でも実際やってみると音階をこう左でそれからもう一回音階弾いたらなんか急に指が軽くなったっていうのは実感しました。だから本来はそのぐらいのパフォーマンス。こんにちは、ギターの上谷です。今回は2024年3月20日に現代ギター社のイベントとして開催された講師仲間の角先生の音楽回路講座に参加してきました。ありがたいことに角先生と対談することができて、改めて先生から講座の概略をお話ししていただいたのと、私からは講座を体験した感想をお話しすることができたので、ぜひご覧ください。だったらちょっと今までの練習は何だったんだろうみたいな気もしましたけど、はい。だけど私たちって生活してると常に手指もいろんな体の部位動かしてますけど、筋肉の癖がついてるんですよね。でその癖を一時的に取り除くっていうことをやったんですよ。で本来はそのぐらいのパフォーマンスが出せるっていうことなんですよね。で軽く感じてあれふわっとしてなんか違和感あるっていうのは、本来の姿の方に違和感を感じちゃったわけですよ。理屈としてはそうだと思います。そうなんですよ。だから本当はこっちを常に保っておけるようにしたいっていうことなんですね。ただ逆にねそういうふうに戻るけどまたそのなんだろう元の状態にまた戻ってしまうってことですよね。そうですね。そのふわっとした状態がもうこれ一回やればそれでももうずっと永久にそうなるっていうわけではないってことですね。ただもう一つやってもらったここに巻いてもらったものに関してはまだちょっとなんかここら辺がふわっとしてるみたいな感じはね。あったかい感じですか。そうですね。ちょっと残ってるって感じです。ただこれでもう永久に体が軽くなるっていうわけじゃないんですよね。永久にじゃないですね。そうなったらいいですけどね。はい。それでも永久にならないんだったら意味がないんじゃないっていうことはなくて、すごい新鮮な体験こんなに変わるんだっていうのと、やっぱり指が軽くなるっていう感じはこういうことなんだなっていう。でそれを経験するとやっぱりちょっと考え方とか感じ方とか変わるなっていうのはね思いました。はい。実際に今日は音階程度で試してもらったんですけど、曲の練習をそれでやると、例えば抑えにくかった箇所とか、あと動きにくかった箇所、それから疲れやすさっていうのかな、そういうのも多分変わったりはするんじゃないかなと思います。そうですね。疲れやすさっていうのは結構あるかもしれないですね。だんだんね、なるべくそうならないようにはしてますけど、力んだりとかね、出てきますしね。だからある種その無重力状態って言いましたけどいや本当無重力なんて経験したことないので本当になんかすごい大げさなイメージですけど、でもやっぱちょっと力みが取れてるっていうか、そういう感じ、ふわふわっとした感じがして、で私割と左手ってあんまり力入れない方がいいっていう考えを最近は持ってて、軽くできるだけ必要最低限の力で抑えるようにっていうふうには普段から意識して練習、その方が音が伸びるって思ってるんですけど、それがなんか割となんか着せずしてちょっとそういう感じになってるのかなみたいな。よかったです。ちょっと思いました。回路っていうと施術とかいろいろありますけど、バキバキするっていう技術だけでなく筋肉を緩めたりっていうのもたくさんあって、で骨格整えていくんですよ。でそれだけでなくその生活習慣って言われている、簡単に言うと食べる、動く、寝る、これを回路的にもっともっと深掘りしていくんですけど、ここ全体をやっていくといいと。そんでこれ全体で私たちは回路って言ってて、で演奏のスタイルっていうか姿勢とか動かし方、普段の練習の仕方も含めて、曲の内容はやらないですよ。曲の内容はもうギターレッスンになっちゃうので、音楽回路は全く別なので、で曲のことはやらずにそういった姿勢関係とかやって、これ全体を音楽回路って言ってます。だからさっきの体操だけっていうのはまだまだごく一部の話なんですよね。来月の4月のこのイベントっていうのは、今日やった中と同じようなことをされるんですか？そうですね。音楽回路がどういうものかっていうのは、もっともっと多くの方に知っていただきたいので、その説明は入れて、で一回一回のこの講座で現代ギターさんと相談をしてテーマを設けようということにしたんですね。今日は本当に音楽回路全般を
詳しくやったんですけど、普段はちょっとテーマを設けていまして、4月29日の会では正派をもっと楽に使いこなすためにというふうなね、結構正派って正派って分からない人のために言うと1本の指、主に1の指ですけど、人差し指のこの1の指で複数の弦を同時に押さえるっていう押さえ方があるんですよ。これをやっていて手が痛いだとか音が出ないとかっていう人結構いらっしゃるので、もう皆さん一度は通る悩みって感じですよね。ですよね。F が出ないとかね。ありますよね。ありますよね。でそれが単に指使いだけでなく、やっぱ体のどこかでなんか痛みを感じたりとか、なんかこうトラブルが起きないようにということを視野に入れた講座にしています。先生が今回講座に参加されて、教えるときにこの知識がすごい役に立つなとか、そういうのはありましたか？そうですね、個人的な興味、自分のためっていうこともあったんですけど、さっき言ったように生徒さんに結構これ何ですかって聞かれるっていうのもあったので、それとちょっとさっき講座の途中でもお話ししたんですけど、今言った正派っていうのは確かにもう皆さんの悩みの一つで、それと皆さん意外と気が付いてないんですけど、私としては結構気になってるのが指板をそんなに覗き込まないでっていうやつなんですよ。みんなかなりこういう感じで覗き込んじゃうみたいな、でその姿勢がいろんな意味でねちょっと猫背になっちゃうし、あと体がちょっと縮こまってしまうみたいな感じで、私の中では私の世代のギタリストだと割と多くの方が憧れたんじゃないかと思うんですけど、ジョン・ウィリアムスですね、ジョン・ウィリアムスってこういう感じじゃないですか、ああいう体を開いてみたいなね、姿勢のいい感じ、そういうのに憧れて自分もやっぱり真似した時期もありましたし、でそういうのからするとこの覗き込むっていうのはだいぶ姿勢悪いし、あまり必要もないし、ちょっとどうかなって。でカイロプラクティック的にはそういうのってどうなんでしょうね、あんまり良くないんじゃないかと思うんですけど。これは僕も最初の頃はすごくどういうふうに捉えたらいいかすごい悩んだんですよね。で、カイロでギターやってる人のケアをさせてもらったりとか、ギターやってない人をケアさせてもらって、っていうのをいろいろ積み重ねてきてだんだん見えてきたのは、簡単に言うとですよ、ギターって演奏して表現するっていうのが一番の目的じゃないですか。そうですね、何か自分がこう弾きたいんだっていうね、それをやってると回路的にいいとするこの、生理的湾曲っていう言葉があるんですけど、その形を保ったまんま、じゃあ演奏できるかって言ったら、おそらく不可能に近いんですよね。何も演奏せずに持ってる時、構えてる時だけならまだ可能なんですけど、いざ弾き始まってみるとやっぱりね、曲に集中できなくなっちゃう。だから演奏してる最中はあんまりひどいのは良くないけど、そんなに気にしなくてもいいかなと思います。そうですね。私は自分も昔、今でもたまにやりますけど、鏡見て練習するみたいな、僕もやります。それはもちろんなんだかっこよく見せたいみたいな、もちろんそれもあるんですけど、やっぱり体が変に曲がってないかなみたいな。で、これは一概に言えない、かなりちょっと上手い人でもちょっとあんまりなんか変わったスタイルでフォームで弾いてるなっていう人もいるので、それでも上手い人はいるので、絶対綺麗なフォームじゃなきゃうまく弾けないとは思ってないんですけど、でもやっぱり長く弾いてトラブルを起こさないためには、フォームも綺麗な方がいいんじゃないか。あとそれであんまりちょっとバランスが悪そうなフォームでも体の強い人ならもしかしたらそれで一生弾けるかもしれないけど、ちょっとトラブルが起きやすいんじゃないかなって思うところもあって、鏡を見ながら変な歪みが出てないかみたいなことを矯正するっていうかね、気をチェックしながら、それは自分の発想でもあるんですけど、なんか巨匠ピアニストみたいな人の記事を読んだ時にそうやって練習してるって、こんな人でもそんなふうにしてるんだって思ってやってるっていうところはあるんですけどね。でもね、演奏してる時は演奏にやっぱり集中した方がいいと思うので、
いいって言ったんですけど、でもやっぱり回路的な観点から見ると演奏しているとどの部分が辛そうだなっていうのはやっぱ見えてくるので、生徒さんとか他の人の演奏を見るとね、そうするとやっぱりその集中して演奏しているけれどもその歪みとか癖のついているところを改善していけばさらにいい演奏になると思うっていうふうに感じてます。そうですよね。確かに本当おっしゃることすごく大事なことで、本当に弾いてる時にそんなねいろんな余計なことを、体のこととか、弾いてる時はもう音楽に集中してってことなんですけど、でも逆にそこに持っていくまでの練習の段階では体のことをねやっぱりよく意識して、その方が疲れも出にくいっていうところもありますしね。だからそこは確かに実際にもう人前でとか人前でなくても本当に音楽に集中する時は集中する。でも体のことを考えて練習した方がいろいろ効率もいいんじゃないかっていう思いもありますね。そうですね。もともと回路はギター用のジャンルではないので、ちゃんと自己ケアしてきちっとやっておくと、体全体が調子よくはできるので、その他のね手指だけでなくその他の症状を予防するとか、そういうことにもつながっていくと思います。そうですね、予防ですね。本当に日頃の生活がもうちょっと全体が楽になるっていうか、そんな感じですね。それはもちろんねその方がいいですよね。さっきねちょっと最後に私のちょっと気になってる肩が重いみたいなところがあったんでね、ちょっとやっていただいて、そしたらちょっと自分ではよく分からない、軽くなったのはもちろんすごく分かりました。ただちょっとこっちの肩の位置が変わってるっていうのはね人が見ると分かったみたいなんで、そっか調整するとね、肩の位置がやった後とやる前とちょっと変わってね。だからそれは多分鏡の前でやってれば自分でもね分かったのかもしれないですけどね。そういったいろんな確かに生活全般ですよね、気をつけるっていうかね。そもそもね健康寿命を伸ばしたいじゃないですか。で僕が言ってるのは音楽生活の健康寿命も伸ばしたいので。そうですね、確かにね、生きている間長く弾けたらいいなっていうのはね、自分もだんだん年取ってくると切実に思います。でもちょっとねこういうきっかけでね回路っていうのをね、確かにちょっと不思議な取り合わせ、音楽回路ってなんだろうみたいなのはね私自身にも今日一回参加してちょっとなんとなくそんな変なものじゃないですけどそれは体感できたんですけど、さらにねもう一回ちょっとね参加してみようって思ってますので、まだまだねベールに包まれてますからね。そうですねちょっと楽しみにしてます。はい、ということで4月29日のイベントのご紹介と、上谷先生が今日の講座で受けていただいて、音楽回路とはどういうものかちょっと話してくれるといいですねって提案してくださったので、今回この動画をやってみようということになりました。いかがだったでしょうかね。これで伝わればいいですけどね。そうですね。少しでもね。そこなんですよね。なんか私は大体ちょっと考えてたのと想像してた通りな部分が多かったんですけど、一般の方はねなんだろう音楽と回路っていうね、分かりにくいですよね。確かにね。疑問に感じているところなんだと思うので、やっぱり体験してみるのが一番だし、そんなバキバキやられませんよ。いやそういうことじゃないですよ。楽器をちゃんともっともっとね快適に弾けるようにっていうのが目的なんで、そうですよね。どうしても回路ってねバキバキのイメージが強いんですよ。大丈夫ですか？そういうこととはまたちょっと方向性ちょっと違うので、でそれになかなか面白い発見っていうか、楽器演奏の上でのねやっぱ体について、もちろん回路は楽器演奏のためのものではないんですけど、でもちょっと新しい発見もあったりしたので、ぜひ皆さんもね体験してみたらいいんじゃないかなと思いました。というわけで思いがけず長い対談になりましたが、初めての音楽回路体験はとても興味深いものでした。今回限りというわけではありませんが、まずは2024年4月29日、現代ギター社 GG サロンでの2つのイベント、GG サロン練習会と音楽回路講座に
ぜひご参加ください。お待ちしております。詳細は動画の説明欄をご覧ください。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。